はい。よ、聞こえてなくね、たまちゃん。はい、ババババンバンバ、アビバビバビバババンババンバンバ、アビバノノ。ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバ、アビバノノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半は、にゃんこにおやつのカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、エゴ目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。我が家には、グレーのぐーちゃん、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、白くのくたくん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のどうしたポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんなのどうした便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。ゆりたんがくしゃみをしておりますな。今日はね、チュールなくなっちゃって、お客さんにもらったおやつのカリカリをあげてみたんだけど、なんか大興奮だな。なんかあっという間になくなってきょとんとしてたもんな。ちょっとそのきょとん顔にびっくりだったけどもさ、なんか大興奮だからなんだろうね、またたびかなんかちょこっと入ってんのかしらみたいな、そんな感じだったな。なんで普通のカリカリとちょっと反応が違うんだろうね。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に Justice って言います。で、なんで Justice って言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピッカピカ光っていなくって、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、どうした名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、割れてるいきますよ。せーの。ジャスティス。たけしジャスティス。クータは大興奮で大騒ぎでございますな。はあ、しょっぱ。そんなに塩入れた気がしなかったのに結構しょっぱくてびっくりだな。今日も塩入り左右。塩入り左右というか、まあお湯を
水で割った感じの塩入り白湯でございますよ。ああ、落ち着いたかな。なんか発作のように叫び出したけどな。ピョンさん、ジャスティース。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は明日の準備が終わらない。明日の準備が終わらないっていうか、まあ終わらすけど、もう諦めてあれでいいやみたいな感じにするつもりではいるけどさ、まあ全然、やる気が出ないわけよね。全然やる気出ないけど、でも明日が来ちゃうからやるしかないよなっていうので準備が始まってたんだけれども、全然終わらない。でね、なんだっけ、お釣りを用意しなきゃならんからさ、と思って、結局昨日大して、お釣り作れなかったわけよね。で、今日もまたしてもな、お釣り作るために、ちょっと現金でお買い物しようと思ったんだけど、今日も大して、お釣り作れなくて、ダメだ、これ、みたいな感じになってんだよね。もう、お釣りもダメだし、で、明日大雨なんだよね。だからもう、ダメだな。ダメだなと思ってね。だから他にもいろいろ持って行きたかったんだけど、なんか大雨らしいからさ、いや、ちょっと持ってけないなと思ってね。まあ皆さんはどうやら車でね、出かけるっていうか、運搬っていうのかな、配送じゃない、運搬するみたいなんだけどさ、まあ私は徒歩なので徒歩なのでちょっと限界かなみたいなところがあってね。まあ準備も全然できてないし、まあここいらでいっかっていう感じでね、ちょっと見切りをつけようかなっていう状態でこの時間を迎えておりますよっていう感じ。まどかさん、こんばんは。ボンソワ。過ごしやすい気候ですね。あ、そうだね。ちょうどいい感じよね。暑くもなく、寒くもなく、ちょうどいい感じだよね、今ね。まどかさん。あれ明日って何でしたっけ？デザフェスは来月？はい、デザフェスは来月でございます。ちょうど1ヶ月後ぐらいな感じになってきたね。あ、もう1ヶ月は切っちゃったのか。やばい。全然何も準備進まねえな。てんたまさん、部屋の中はまだ半袖で大丈夫。ああ、そうなんだね。香川のあたりは。そんな感じがいいな。てんたまさん。フリエマって大雨で中止にならないのですか？ああ、そう。前はね、外でやってたんだけど、今ね、屋内なんだよね。屋内だから雨でも中止にはならないわけよ。で、前もやっぱりね、出店した時にね、雨だったんだよね。雨だったんだよね。またかみたいな感じでね、しかも大雨みたいだからさ。で、まださ、運搬の時間は降らないでいてくれればまだいいけどさ、なんかもう自分がぐっしょりびっしょりになった状態からスタートするのはさ、なんかちょっと嫌だ。みたいなね。そう、どんどん良くなっていくよ。前はね、テーブルは貸してくれなかったんだよね。だけど、どうやらね、テーブル貸してくれるみたいなんだよ。テーブルと椅子は貸してくれるらしくて、前はね、場所だけだったんでね。だから、2メートル2メートルのね、正方形の場所なんで、2メートルの敷物を引くとね、まあちょうどいいんだけど、ただ正方形の場所じゃね、どうにもならないっていうのかな。で、しかも平らだからさ、どうやって立体にするかっていうのでさ、まあいろいろ試行錯誤してね、それに時間食うみたいな感じで、で、自分も地べたに座るもんだからね、結構しんどくて、で、時間もね、朝から夕方までで長かったんだよね。5、6時間やってたかなって感じなんだけど、今ね、午前中だけなのよ。9時から12時。だからちょうど大雨。
ちょうど大雨の時間にね、やるんだよねって感じなんだよね。だから場所代だけでもね、確保できればいいかなって思ってたんだけどさ、それだとね、なんかどうでしょうかみたいなね。だから出店者同士でね、なんかいろんなお店行ってさ、やっぱりね、好きな人はね、買うことすらも好きなわけよね。だから売ること上手なわけよ。そもそもフリマ自体が、好きでやってるからね、売るのも上手なんだよね。だからそういう人がちゃんとね、いろんなお店行って、お値打ち品っていうのかな、なんていうのかな。いい商品ね、買ったりとかして、お互いに買ったりとかしてるからね。まあ、そういうので買ってもらえるようなものがあれば、場所代ぐらいは賄えるのかどうなのかみたいなね、そんなところでございますね。まどかさん、納豆途切れがち。どこでやるんですか？ネット今日ね、YouTube 途切れがちかしらって思うんだけど、さっきさ、プレミア、放送、プレミア配信したけれどもさ、なんか途中でくるくるなっちゃって、私だけだったっぽいけど、なんかコメントのところにね、止まってるとかくるくるしてるとかっていうのはなく、で、どうもね、動画見て感想書いてるっぽい感じのね、内容だったんで、あ、みんなは途切れてないのかな、だったらいいんだけどと思いつつ、なんか私は途切れちゃっててさ、見れてなかったんだよね、ちゃんとみたいな感じでね。だから今日はもしかしたら YouTube が途切れがちなのかなっていう感じだけど。どこでやるんですか？うちの近所。うちの近所ですよ。まどかさん、ネット途切れ、ね、ネット途切れがちかもしんない。なんか太陽フレアかなんかの影響が、なんか出てるらしいな。強く出てるらしいから。なんかね、他の人は YouTube の動画上げるのに、なんか3分ぐらいの動画上げるのに、なんかね、何時間かかかるとかっていう風に言ってて、で、これがずっとだからなんか全然動画が上げられなくてみたいなこと言ってる動画があって、あ、そうなのねと思ってさ、だから今ちょっとね、通信障害あるっぽかったけど、ただ私は今のところあまりなかったけど、さっきのね、プレミア放送の時になんかもうくるくるなっちゃって止まっちゃって全然ダメでっていう感じだったんだよね、実はっていうね、状態でした。ヨッシーさん、動画早速見ました。ありがとうございます。ハンバーグ食べるんですね。どうかなどうかなハンバーグ食べるんでしょうかどうでしょうかみたいなね。私はあそこに行って、爽やかの整理券を取るっていうことを、なんかやってみたかったみたいなんだよ。やってみたかったみたいなんだよね。だから全然ハンバーグを食べるっていう目的でやってるわけじゃなくて、ただ整理券をゲットしたいっていうね、願望で、動画を撮りに行ったわけですよ。でさ、アウトレットも興味ないからな。だからアウトレット何していいかわかんないわけよね。行ったところでどうしていいかわかんないわけよ。とにかく整理券取ったから、もう私のミッションは終わったっていう、終わったっていう状態でね、もう達成感でもういいやみたいな状態なんで、あ、これから、数時間どうしよっかみたいなね、展開が、明日繰り広げられる動画となっておりますよ。乞うご期待っていうね、状態でございます。てんたまさん、整理券で満足。そうそう、そうなのよ。そうなのよね。よしさん、そうなんですね。はてな。ね、だからなんだろう、お楽しみだったかな、もしかして皆さんね。ハンバーグ爽やかのハンバーグの映像が見られるのが楽しみだったかな。がっかりさせちゃったかな、またしても。またしてもがっかりさせちゃったかな。もうがっかりさせるプロだな。どうやってがっかりさせることで生計立てていけばいいと思う？
がっかりさせて生計は立てらんないですかね、やっぱりね。どうしたら生計立てられるでしょうかね。私は人をがっかりさせることのプロのようでございますよ。で、そう、整理券で満足。満足だったね。だからあれでほんとね、整理券取れなかったらね、まあ、もうほんと目も当てられないようなね、状態だったけど、まあ、整理券取れてよかったよと思って、さすがにね、平日だから、まあ、なんとかなるだろうと思ったわけよね。なんか土日だったら朝一で行っても、なんかね、その日の夕方のなんかになっちゃうとかっていうので、だからバスツアーとかだと絶対無理っていう話だったんで、あ、じゃあもう平日で、で、あのさ、バスの、もう私が乗ったのは9時半じゃない、8時半のコースだったかな。で、1時間後、9時半っていうのもあったんだけど、それだとね、整理券が無理。多分整理券いけないだろうと思ったんで、しょうがないから、だから自分のペースでお出かけするには9時半に乗るのが一番楽なんだけど、ただね、一番の目的の整理券がそれだと多分取れないだろうと思ったんで、その前のね、8時半の方を選んで、で、行ったわけよ。なのに、迷うんですかっていうところでね、まあ、ほんと泣きそうだったわけ。本気で泣きそうだったっていうか泣いてたね。ピヨンさん、アウトレットでのテンパり具合が面白かった。そうだろ？もう笑ってくれないともうほんとどうにもなんない感じの動画だったわよね、あれね。まどかさん、PC から入ったら接続安定しました。あ、そうなんだ。じゃあスマホの方が不安定ってことか。てんたまさん、そんなに人気の飲食店なんですね。ああ、そっか、知らないかもしれないね。そう、爽やかっていうのは、静岡にある、その、げんこつハンバーグっていうね、牛肉100%だったっけの、レアのハンバーグなんだよね。生のハンバーグなんだよね。で、鉄板に乗せて出てきて、で、それ、おっきいまん丸のげんこつなんでね、まん丸のハンバーグなんで、それを半分に切って、で、その鉄板の熱で焼いて、それでもまだね、中はレアみたいな感じのハンバーグなんだよね。で、それが人気あるらしくって、で、やっぱり大概他の人はさ、そのげんこつハンバーグのね、ジュージューやってる映像を見せてるんで、じゃあ、私はそれはいいや。私はそれはいいやとかって思ってね、ちょっと違う絵を見せたいなと思って、まあ、げんこつハンバーグではないものを、注文したっていうね、感じです。まあ、明日のお楽しみかな。何注文したかはね。そうそう。で、人気の飲食店で、静岡にしかないんだったかな。だから、静岡に行ったら爽やかだろうみたいな感じで。で、こんなね、爽やかが有名になる前に、私は一回爽やかに行ったことあるわけよね。静岡に行った時に、なんかお昼何食べるみたいな話になって、静岡に来たんだから爽やかに行けばいいんじゃないのって話で、で、爽やかってなんだってなって、で、そしたらそういうお店だったわけよね。で、まあ、今はさ、インターネットが普及してさ、なんかね、有名なお店になっちゃったけど、みたいな感じでね。だから一回その爽やかのげんこつハンバーグは、体験したことがあるんで、じゃあ次は違うのにしようかな、みたいな感じでね、違うの注文したよっていう感じ。窓川さん、今日は自分の誕生日でした。ああ、そうなんだね。おめでとうございます。スパチャお願いします。窓川さんの、お誕生日なので、スパチャよろしくお願いいたします。いつもより少しだけど、の、練習を頑張りました。っていうのが、あ、違う、ピアノか。ピピ
忘れてしまった。ピアノって書いてあったよ。ピアノの練習を頑張りました。まあ、ピアノ弾くのが好きなんだから、ね、いくらでも弾けばいいじゃないですか。頑張んなきゃならないってことは、好きじゃないっていうことなのかな。てんたまさん、まどかさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。てんたまさん、お祝いに藤子さんからお歌のプレゼントが、はい、何がいいですか？何の歌がいいですか？Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear まどかさん。Happy birthday to you. 電気消せばよかったと思ったけど、膝の上にゆりさんいるから動けないからごめん。何も何もエフェクトも効果も、出なくてごめんなっていう感じだな。あ、あれか、このハート連打、これがあるか。これを、連打しとけばいいな。はい、ありがとうございますじゃなくておめでとうございます。てんたまさん。そういえば、げんこつハンバーグって聞いたことあるような、そうそうそうね、YouTube でみんなあげてるから、多分聞いたことあるとは思うんだよね。なので、爽やかで、名物のげんこつハンバーグで、そのね、アウトレットに入ってる爽やかが、その朝に、整理券取っても、順番は夜だよっていうのでね、だからね、取れるかどうだろうか、何時になるだろうか、帰りまでにね、間に合うかどうかっていうところでさ、で、何時に帰ろうかなっていうことも考えたわけよね。その整理券が取れるかどうかっていうところでさ、考えてて。だけどまあ、他の人のね、その整理券取って、で、ハンバーグ食べてるのが、なんか、やっぱり平日だったんでね、その人がね。で、平日で、11時ぐらいだったかな。11時ぐらいに整理券取って、で、順番が2時半だったっていうので、あ、2時半ぐらいか。じゃあ、まあ、ね、4時ぐらいのね、バスに乗っても大丈夫かなと思って、一か八かでっていうかね、それより遅くなっちゃうとね、また今度はね、さらにすげえ遅くなるんだよね、帰りがね。なので、そうするとにゃんこのことがね、気になっちゃって、あまり楽しめないんで、できればまあ4時ぐらいの便で帰りたいんだけど、どうかな、整理券がどうかなと思って一か八かっていう感じだったんだけど、まあちょうどね、やっぱり同じような感じだったんで、ああよかったと思って、平日だったらね、なんとか昼に入れるみたいだけど、土日だとちょっとね、朝一で向かわないとっていうところだよな。ヨッシーさん、まどかさん、お誕生日おめでとうございます。まどかさん、皆さん、ありがとうございます。とっても嬉しいです。ああ、喜んでもらえてよかったね。このライブやっててよかったよ。みんなから祝ってもらえてよかったね。てんたまさん、まどかさん、よかったですね。ね、よかったよな。無事に誕生日迎えられてな。もう、いつ何時どうなるかわからないような事態になってるからな。いつも通りの日常を迎えられることができることが本当に感謝だよな。で、あと何の話すればよかったんだっけ？あとは今日ね、なんかね、農協そういえばね、休みだったんだよね。農協でさ、お金崩そうかなって最初思ったわけよね。千円札で100円のお買い物して900円お釣りもらえばいいかなと思って、で、農協行ったんだけど、今日農協休みでさ、で、あれと思って、だから祝日だったっけと思ってさ、さっきカレンダー見たんだけど、今日別に何でもないもんな。で、明日も祝日でなんか振り替えとかっていうわけでもないから、なんで休みだったのかわかんないけど、なんだろうな、第2土曜日休みとかになってんのかな知らんけどな。なんか今日休みだったんだよね。なので今日は農協には行かず、そうでまた野菜がないからさ、と思って、でまたスーパーに行ってさ、見切り品を物色しに行ったんだけど、また見切り品をね、現金で買ってお釣り作ろうかなと思ったんだけど、今日もね、今日もなかったんだよね。
で、ほら、昨日焼き芋食べちゃったからさ、今日はいいやと思って、今日はちょっとやめとこうと思ってな。で、焼き芋はやめて、だけどね、見切り品の野菜もなくって。で、まあ普通に野菜は安くは今日は売ってて、野菜の日なのかわかんないけど、は売ってたんだけど、でもまあ、いいやとかって思ってね、買ってこなくて。んで、どうしたんだっけな。いろいろとだからね、はしごしたんだよ。いろんなお店はしごした割には、結局買いたいものがなくて、買えなくてっていう感じ。で、最終的にはね、普段行かない、酒屋さんがあるわけよね。酒屋さんあるんだけど、ほら、私お酒飲まないからさ、用がないわけじゃん。で、前はね、結構に日用品っていうか、食品とか、あとお菓子とかね、そういうのが安く売ってたんで、だから前は利用してたんだけど、なんか、そういえば普通にね、お菓子だとかさ、そういう食品、安く売ってたよなと思って、今、どんな品揃えかなと思って行ってみたらね、もうほんとね、お酒だけになっちゃったんだよね。ほぼお酒だけ、あとは、まあ、お茶とか水とか、そういうドリンク系は売ってるけど、みたいな感じで。もう本当に用がないお店になっちゃったんだけど、そうだと思って、そこでね、明日そのフリマやる間に、水分補給ね、したくなるかもしれないから、じゃあそれ用の水でも買えばいいかと思って。で、それがね、水がね、1本ね、49円だったんだよね。49円かと思って。そっか、わかった。2本買えば100円になるから100円のお釣りになるかと思ってね。2本買ってきて。まあ結局、900円のお釣りは作れたのかな。でもほら、500円玉で来るからさ、普段なかなか500円玉作れないのに、なんかこういう時に限って500円玉ばっかり溜まってきてな。でも今この500円玉貯金箱に入れちゃうと、またお釣りなくなっちゃうからと思ってさ、今のところまだね、貯金箱には入れず、蓄えておりますがっていう感じでね、明日は一体お釣りはどうなることやらっていう状態だな。てんたまさん、爽やかって34店舗全部静岡にあるんですね。そうそうそう、静岡名物っていう感じなんだよ。だから静岡に行ったら爽やかっていう感じでな。で、それこそほら、車持ってる人ならまだしもさ、普通に店舗に行けばいいけど、私みたいに車ない人はそうやってさ、バスツアーとかで、行くしかないみたいなのがあんじゃんか。それでね、そのアウトレットの中に入ってくれてるから、そこで利用するしか、ね、利用する方法がないっていう状態なので、だから、整理券取りたいなみたいなね、感じでした。大吉さん、藤子さん、皆様こんばんは。ボンソワ、本日もしぶとくやっておりますよ。天玉さん、大吉さん、こんばんは。まどかさん、フリマの名前とかありますか？フリマの名前は何だろう？フリーマーケット。フリーマーケットだったと思うけどなっていうね、感じだよ。どうなんだろうな。場所合ってんのかな。場所違ったらどうしよう。明日大雨の中ね、行ったら場所違うとかだったらもう、泣くよ。大丈夫かなみたいなね、感じ。ていたまさん、そうなんですね。明日の動画が楽しみだ。楽しみになってもらえると嬉しいんだ。そっか。爽やか知らないからね。そうだよね。そう、爽やかがわかる、動画にはなってると思いますよっていう感じね。で、一応撮影は、禁止っていうかな、なんだけど、他のお客さんが映らないようにしてくれれば、いいですよって許可してくれたんでね。いいお店でございましたよ。
じゃあ、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。そういえば今日はね、だからガーデニングの動画はさ、特に撮るつもりではなかったんだけど、なんかさ、ぼーっと見てたわけよね。うちの植物たちをさ。で、シソが枯れてきててさ。で、シソがだいぶ枯れてきたんで、どうしようかな。種取れるかな。まあ、そのまんまほっとけばもっと自然に枯れるんだろうから。それまで待っとけばいいかな、なんて風にぼーっと見てたらさ、それの隣にね、モロヘイヤが植えられてるんだけど、モロヘイヤもさ、もうすごいちっちゃいからさ、で、花がつけばね、種が取れるかなと思って、それを期待して植えっぱなしにしてあるんだけどさ、花はちょっと期待できないかな、なんて思ってたんだけど、今日よく見たらね、花咲いてて、あ、花咲いてると思って。花咲いてるよと思ってさ。で、よく見たらもうすでに種っぽいものもできてたんだよね。なんだこれみたいのもできてて、いつの間に全然気づかなかったよっていうのができてて、って思ってさ。で、シシトウもね、なんかね、全体的に枯れてきたんだよね。だから、もうシシトウは終わりでいいかな。もうどうせ実もならないしね、と思ってさ、片付けようと思ったんだよね。で、それのついでにね、唐辛子の方もさ、葉唐辛子、葉っぱ食べれるっていう話だったから、じゃあね、唐辛子も終わりにしちゃおうと思ってさ、枝切って、で、葉唐辛子状態っていうのかな、にして、ただ葉っぱがあまりにも少なかったんでね、どうしようと思いつつ、結局、葉唐辛子の佃煮作ってね、で、それをさ、夕飯でご飯に乗せて食べたらね、美味しかった。美味しかったよっていうね。ご報告です。まどかさん、多分、推しの陸上選手が上げてる動画に爽やか映ってました。そうなんだね。店員の人がテーブルの上でハンバーグを割るみたいなやつ。静岡だったんだ。そう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 、それそれそれ。あとね、爽やかじゃなくて、うちの近所でもね、今でもそのお店あるかどうかわかんないんだけど、なんかあったんだよね。爽やかと同じような感じのっていうか、爽やかを知らない時ね、うちの近所だから、ずっとずっと昔にさ、そういう生のハンバーグが出てきて、で、真ん中で割って、で、鉄板の上で焼くっていうやつがさ、あったんだよね。だからそれは爽やかじゃないはずなんだけど、で、爽やかにってやっぱり同じだったからね、なんかあれ同じ店かなと思ったんだけど、違うんだなって思って、静岡にしかないっていうからさ、なんかそうなんだよね。同じようなお店がうちの近所にも、近所っていうか、割と近くにも昔あったけどな、今でもあるかどうかちょっとわかんない。大樹さん、はい、ラインデリアストップ、ありがとうございます。では、大樹さんからラインデリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。なんだ、棒がいっぱいあるぞ。何本あんだ、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9本あるね。逆位置だ、またな。棒を持って、なんか考えてる感じ。どうしようかなーって。今の私か。またしてもな、明日のな、レイアウト。
どうしよっかな、みたいな感じがね。はい。で、これはワンドの9。ワンドの9、逆位置。どうだ。ワンド9、総合的な正位置のキーワード、正位置だな。じゃあ違うな。逆位置を解釈。これかな。はい。えーっワンド9の絵柄の意味。傷を負った男性が、傷を負ってんだ。ワンドを強く握りしめています。あなたは理想を叶えるため、時には傷つきながらも少しずつ力をつけてきました。なるほどね。力つけてきたって考えればいいのか。傷ついた時はな。これまで培ってきた力を使って、あなたが必死に守り抜きたいものは何でしょうか？テーマ、守り抜く。ワンド9。数字の9は到達や完成を表します。これまで積み上げてきたものを守るため、準備を整えることを意味します。柵のような8本のワンド。理想や活力、情熱を表します。数字の8は力を意味するものです。8本のワンドが柵のように立っていることから、理想を叶えるために積み上げてきたものを守り抜くと解釈できます。傷を負った男性、頭に包帯を巻いているため、傷を、負い、不利な状況にいることが見受けられます。また、男性はワンドを力強く握りしめていることから、不利な状況でも立ち向かうと捉えることができます。緑の山、試練や修行の象徴です。成長を表す緑で書かれていることから、成長するために必要な試練や修行と解釈できます。はい、物語。ワンドは理想や活力を表す火の象徴。私たちの祖先は古くからワンドを使用してきました。はい、ここのくだりは何回も出てくるからいいや。正位置、逆位置の意味。あなたは自分の理想を守るために必要な準備を検討することになるかもしれません。理想を叶える道のりには様々な障害も発生します。時には誰かとの衝突が避けられないケースもあるでしょう。どのような物事があなたの理想を妨げることになりそうでしょうか？あらかじめ障害について考えておくことで、あなたの理想を守る準備につながりますよ。はい。えーっ相手の気持ち、仕事、人間関係、金運逆位置。金運は少々気をつけたいとき、出費が多くお金がたまらないと感じるケースも増えてくるでしょう。出費の増加は一時的な傾向なので、焦らず長い目でお金の増減を見てください。はい。ウェイトの解釈。男性について攻撃された場合、勇敢に反撃するであろう人物と述べています。男性は用心深い様子で立て直しています。頭には傷を負い、自ら攻撃してくるようには見えません。しかし男性は傷を負いながらもワンドをしっかりと握っています。積極的に戦う姿勢は見られませんが、まだ戦う意志は残っている。柵のように立つ8本のワンドは、これまで男性が積み重ねてきた理想を叶えるための力、男性の鍛えられた体格から、男性が持つ力の強さを連想させます。男性は自ら戦う選択はしないものの、攻撃された際は、持てる力を思いっきり発揮し、反撃できる人物なのでしょう。自分の理想を叶えるためには、理想を脅かされたとき、
守るための力や準備も必要です。何かを守り抜く力もあなたの理想には、必要なのだと、ワンド Q は教えてくれています。はーい。なんだ出た時のアドバイス、タロットパレット、何これ。最後にタロットパレットからのアドバイスだよ。よかったら参考にしてみてね。これまでやる気も情熱もすべてを尽くして取り組んできたあなた。このカードが出たら、精魂込めて頑張ってきたことから一旦離れて、守りに入るタイミングを教えてくれているのかもしれません。今は待機するときと捉えましょう。自分の持てる力をすべて出して頑張ってきたからこそ、今は待機して体勢を立て直すとき、次の動きに備えて力を蓄えておきましょう。はい。動き出すタイミングはもうすぐやってきます。はい。その時が来るまで少しずつ準備をしておいてください。カードの解釈を含めながらあなたが心地よく過ごすヒントを見つけ出してくださいねっていうわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、まあ逆位置だったけど、まあ今はね、備えるとき、待機するとき、みたいな、感じのカードでしたかね。はい、楽しんでいただけてたら幸いでございます。はい、終わってしまった。話のネタがないけれども、終わってしまったな、タロットカードタイムな。まどかさん、傷ついたらめっちゃ、強くなってるね。そういうことなんだね。傷ついたらめっちゃ強くなってるっていうことなんだね。天玉さん、なんと、YouTube 活動待機ですか？待機しようかそういうことになるかな。ねえ。で、あとは何待機ですかね。ねえ、それしかないよな。私それしかやってないもんなっていうことな。で、まあ、あとはなんか10月にやってることが、なんか来年に繋がるっていうの？なんかその来年の1年の計っていうのかな。どんな風にね、過ごすかっていうのが、なんかその前の年の10月にやってることが、なんかね、影響してるっていうか、だいたい10月にやってたことが、その次の年にやることになるらしいんでね。だから来年こんな風になりたいなとかっていうのが決まってる人は、なんかその通りにね、動いておいた方のが、なんかいいらしいんだよね。だから、積極的にお出かけしておいた方のが積極的にお出かけしておいた方のが、来年もお出かけできるってことで、いいのかなって風に思ってたんだけどね。なんかね、待機って出てたな。あとは何の話しますか？もう話の、ネタがないけれども。今日の質問は、写真撮るのが好きですか？どうですか？みたいな話だったっけ？写真撮るのが、なんだったっけな、そう、元ネタがね、なんか思いつかないで、元ネタがさ、風景写真を見るのは好きですか？みたいな、そんな質問だったんだよね。で、風景写真を見るのは好きですか？っていう質問が、なんかうっすらぼんやりっていうのかな、なんかしっくりこないなと思って、で、コメントを見てると、えっと、なかなか取りに行けないだとか、なんかそんなこと書いてあって、結局なんか風景写真を見ることについてのコメントじゃなくて、なんか自分が風景写真を撮りに行きたいんだけど、なんかなかなか撮れないみたいなコメントが多かったんで、なんだ、みんな写真を撮りたいのかって思ってね。で、それで写真を撮るのは好きですかっていう質問にしたんだけどねっていうね、感じでございます。特にエピソードはございません。傷ついたらめっちゃ強くなってんだな。じゃあ俺めっちゃ強いはずだ。
めちゃくちゃ強いはずなんだけどな、おかしいな。最強なはずだけどな。あとは何の話だっけ？あとは、今日は、ご飯炊いて、栗ご飯か。なんか農協で買ってきてね、2時間かけて剥いた栗をさ、冷凍庫に入れといたんだよね。ただ全部使っちゃうには、1合だとちょっと多かったんでね、半分使って、一昨日ぐらいに栗ご飯にしたんだよね。で、残り半分あったんで、それで昼間はね、栗ご飯にしたんだけど、夜もお腹が空いちゃってな。やっぱり食欲の秋なのか、まあ私は常にいつもお腹が空いてるから関係ないのか知らんけど、やっぱり夜もお腹空いたなと思って、で、野菜ほら買ってこなかったからさ、じゃあもうご飯炊くしかねえと思ってね、またご飯炊いて、で、夕飯はそのね、今日作った葉唐辛子をね、おかずにして、で、あと納豆か。昨日買ってきた納豆も食べてな。嗜好品の。嗜好品の納豆も食べてな。今日の夕飯は、今日の夕飯も美味しく食べました。そして、まだ片付けていない。まだ明日の準備で手こずっておりましたので、まだ片付いてないのでね、これが終わったら片付けなきゃなっていう感じでございます。あとは何の話しますか？あとは、えーっと、誕生日誕生日は、誕生日はどうやって過ごすのか？皆さんは誕生日はどのように過ごされるんでしょうか？えーっ私は気づいたら終わってる。気づいたら終わってるよっていうね、感じです。てんたまさん、昔、海外の写真家の写真集をよく見ていましたが、自分では撮影しなかった人です。あ、そうだよね。そう、だから見る人ってさ、なんか撮る人ではなかったりとかするよな。まあ、撮る人は見るのかな。私ね、見ないんだよ。見ないんだよね。そう、だから風景写真ってピンとこなかったのは、私が見ない人だからかもしれないな。そう、風景写真は、なんかね、どうやって撮ったらいいかっていうのが、ちょっとわかんない部分があるんだよね。だから人に、教えられないっていうのかな。まあ、わかる部分もあるけど、わかんない部分もあるみたいなのがあって、だから父親がさ、風景写真のさ、先生をやってたわけよね。で、まあね、その父親の代わりに私が講師できるかっつったら、いや、できねえな。できねえなと思ってね。風景写真はちょっと教えられないなって風に思って、でね、どうしようかな。どうしよっかなみたいにね、思ってる感じでございますよ。だから、見ることはあんまりしないかな、風景写真はな。で、他の写真も、特になんか誰の写真が好きとかっていうのもないんでさ。なんかね、この写真いいなって、たまたまパッと見たのを、なんかいいなって思うぐらいかな。あ、違う違う。その写真を一生懸命、撮ってた時は、行ったわ。無料のさ、六本木にあんだよね。六本木にさ、富士フィルムかな。富士フィルムの無料ので入れるギャラリーがあって、そこにね、なんか六本木行くたんびに、見て、で、勉強してたかな。で、まあ、プロの人がやってるのとかも、あったりとか、あとはなんか素人なのかなって思うようなのもあったりとかしたかな。ま、そういうのを見て、勉強はしたかなっていう感じだね。
なんだろうな、だから、美術館とか行きたいって思わないんだよね。行きたいって思わないんで、行きたい人ってどういう気持ちで行くんだろうなと思ってさ、ほら、自分がやってる側だったら、なんか勉強のために行くっていう目的はあるんだけど、そうでないね、ただ、見たいっていう人、なんだろうね、癒されるのかな？なんかわかんないんだよね。なんかわかんないんだよ。カニタンさん、やっと動画上げましたので遅刻です。てんたまさん、カニタンさん、お疲れ様です。お茶。カニタンさん、ありがとうございます。葉唐辛子、美味しくてよかったよ。てんたまさん、それは楽しみです。そう、葉唐辛子ね、あの、最初作りたてはね、なんか微妙っていうか、レシピを見ると、葉っぱを茹でて、で、刻んで、で、青い部分を、刻んで、で、それをごま油でよく炒めてから、葉っぱの部分も入れてよく炒めて、で、最後に火を止めて、鰹節を混ぜるんだったんだけど、鰹節うちないからさ、ってことは、旨味だよな、旨味が必要ってことよねと思って、だから最初はさ、おばあちゃんの味おばあちゃんの味でな、野菜ブイヨンをね、入れようかなって思ったんだけど、で、冷蔵庫に入れてあったからさ、冷蔵庫開けたら、サンプルの、ひじきご飯の素かながあったわけよね。で、それが、あ、そうだ、これがちょうど量的にもいいかもしれないと思って、で、それを混ぜたわけよ、その炒めた葉唐辛子にね。そしたら、出来たてはまだそのひじきがさ、硬い状態だったんで、なんかね、歯ごたえがゴソゴソして、なんか微妙だったんだよ。頑張って作った割にはなんか微妙だったなとかって思ったんだけど、それ結局冷ましてね、冷蔵庫にしまおうと思ってたんだけど、夜お腹が空いてさ、ご飯炊いちゃったんでさ、ああ、それのおかずにちょうどいいわと思って食べたら、なんかね、そのひじきが、馴染んで、なんかね、美味しくなってて、ああ、良かったみたいな感じでね、出来たてよりも置いた方のが美味しいのって結構あるからな。あ、これ出来たてダメだったな、置いとかなきゃダメなやつだったなと思ってね、また明日以降食べるのもちょっと楽しみだよっていう感じ。てんたまさん、美術館はたまに行きますね。そうそうね、美術館行くの好きな人いるよね。で、やっぱりさ、そういう人ってよく見てるからさ、そういうののさ、感想っていうのかな、コメントっていうのかな、をさ、するのがさ、すごい上手で、いや、すごいな、この人の世界観は。なんだろう、尊敬するというか。いや、すごいなっていう風に思うんだよね。まどかさん、美術館、気晴らし、素敵なもの見たい、有名な作品を見たいとか、ああ、そうなんだ、そういう気持ちがあるんだね。天玉さん、こちらは瀬戸内国際芸術祭があるので、島に渡って島と美術を楽しむ人が結構いますね。そうなんだよね。だからさ、その芸術には特に興味がなかったんだけど、その島ね、渡って、ね、なんだ、楽しむみたいだったからさ、なんかちょっと楽しそうだなっていう風に思ったんだよね。で、あれ、毎年やってるわけじゃないんだよね。なんか何年に1回だかなんかで、だからその年に行かないと、楽しめないんでっていうのでね、なんかチェックしてるみたいなんだよね。なんかいつやるのかっていうのをね。で、それに合わせて、あの、なんだ、旅行のね、スケジュール組むらしいんだよね。てんたまさん、他にあんまりイベントやレジャーないので、ああ、そうね。まあ、でもどこもそういうもんなんじゃないのかな。まあ、東京はあるっちゃあるのかもしれないけど、だから昨日お会式だった。
だからお屋敷がさ、1年に一度のなんか大イベントみたいな感じなんだよ、この辺のさ。ま、大イベント、他にもあるか、花火中止になったしな。花火とそのお会敷かなみたいな感じなんでね。そんなもんだよ。意外と、だからいろんなところの情報を見るといっぱいありそうな感じがするけど、なんか地元で見てみると、まあ、そんなにはないかなっていう感じだよね。てんたまさん、3年周期か。3年周期での開催ですが、期間外でも、土日はメインの、施設は空いてますね。あ、そうなんだ。じゃあ3年とか気にしないで行っても、それなりに、まあ、土日であれば楽しめるよみたいなことになってんだ。へえ、知らなかったね。いや、そういう情報は、そういう美術とかね、その島巡りしたい人にはいい情報なんじゃないでしょうかね。てなわけで、お後がよろしいようで。本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。